旧宇宙を創造した物質的原因の存在を妨げるものは何ですか？霊、別の文明か何かですか？なぜ特に永遠の神なのでしょうか？答え、約1000年以上前にイスラム学者が定めた規則があり、この規則には、行為者の順序は必然的に行為の不発性につながると書かれています。エージェントにおけるシーケンス、意味、複数の創造主の存在、そして、この質問では、別の文明があり、それらに先立つ文明がそれらを生み出し、それらに先立つ文明がそれらを生み出します。これはシーケンスです。クリエイターズで。このシーケンスでは、必然的にアクションは発生しません。行為が起こらないこと、つまり宇宙や人間などの生き物が現れないこと。一連の行為者は、宇宙と存在の非出現につながります。ある文明の出現がそれを創造した別の文明に依存し、別の文明ので、現がその文明を創造した前の文明に依存し、これが無限に繰り返される場合、この文明も、その文明に先行する文明も、その文明に先行する文明も存在しません。は現れず、存在も何も現れません。すべての文明の出現は、その文明に先行する文明に依存しているため、文明が出現することはなく、何も出現しないこともあります。すべてを創造した永遠の創造主が存在するに違いありません。無限のシーケンスがあり、チェーン内の各リンクがその前のリンクに依存している場合、エージェントの存在は、その前のエージェントとその先行者に依存するため、生き物、創造物、または既存の存在は存在しません。それらの先祖に依存するなど、何も存在しないことになります。チェーンはここで停止する必要があります。ここで私たちは、先行するものが何もない最初の創造主を肯定します。10、私たちは宇宙を支配する法則を知っており、地震の原因もよく知っています。では、法則を知っている限り、なぜ創造主が必要なのでしょうか？回答、無神論者は、宇宙の創造と出現には法則が十分であると考えていますが、無神論者の中には、重力の法則の考えに依存しており、それが宇宙の出現には十分であると考えています。重力の法則の起源や、誰がそれを茂る分化したのか、誰がそれに介入の質を与えたのかを考えれば、その主張は自滅的になります。そしてその効果を示しますか？これらの基本公理に関係なく、重力の法則によってビリヤードボールは転がりません。法律だけでは、物の現れがなければ何もできません。重力の法則はビリヤードボールを生成しませんが、ボールが出現し、ビリヤードスティックで打たれた場合にのみ移動します。重力の法則は独立したものではなく、むしろ自然現象の説明です。ビリヤードのスティックを力で押して動かさないと重力の法則でビリヤードの球は動かないのですが、ここで初めてビリヤードの球が動き、重力の法則の効果が現れます。しかし、無神論者は、重力の法則の存在が、ビリヤードのボール、ビリヤードのスティック、そして転がるボールを生み出すのに十分であると仮定しています。この宇宙が誕生した理由は、創造主と法則では、どちらが理性や論理に近いのでしょうか？同様に、車のエンジンの内燃の法則によって車のエンジンが生まれるわけではありません。車のモーターに内燃の法則を加えると、モーターも動かなくなります。エネルギーとなるガソリンが必要で、燃焼のための火花が必要で、その前にモーターが必要です。ここだけが機能します。内燃の法則が現れてモーターが動きます。エンジン、燃焼の火花、ガソリン、ドライバー、道路を作成するには内燃の法則が十分であると考えるのは不合理ではありません。法則だけで宇宙の様子を説明できるという考え方は、決して理性には属さない考え方です。次に、この考えを仮定すると、前の質問への回答で説明した一連のエージェントの中に入るでしょう。誰がこの法律を作成し、誰がそれを実現させたのでしょうか。そして、彼らがそれが別の法律であると主張する場合、私たちは法律やいかなる存在も登場しないことを規定するエージェントのシーケンスに入ります。